好き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 っていう曲あるじゃん。それをねボイスメッセージで送るの。皆さんこんにちは、田上ルナです。はい、今日はですね質問コーナー恋愛バージョンをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、インスタで質問したんですけど、たくさんの質問とか意見とかなんかありがとうございます。はい、早速やっていきます。てかこの髪型かわいい。なんかツインテールとか小学生ぶりにしたんですけど。おはよう。電話毎日かけてきて寝落ちしたり可愛いって言ってくるのにデート誘わない男、何がしたいの？何がしたいの？誘われ待ちなのかな、もしかしたら。はい、そういう消極的な男の子が多分多いと思うので、女の子からガンガン誘ってあげたらいいと思います。うちなんか恥ずかしがってるだけだと思うので、それかそのデート誘ってくれるように仕向けるとかで、私とデート行きたくないのみたいな感じで聞いて、こう誘わせる、もう強引に誘わせる作戦をしてみて、大体の人は誘ってくるんじゃないかなと思うので、好きだったら、はい、誘ってくると思うので、その仕向ける作戦をしてみてください。次、付き合ってて本当に私のこと好きなのかなって不安になった時ってどうしたらいいですか？ルナだったらもう聞いちゃう、本人に聞いて好きみたいな、ルナのこと好きって聞きます。それが一番いいと思う。てかそれ以外分かる方法なくない？聞いてみるって感じ。はい、次、キニピにフォロリクをくれないキニピ？スキピみたいな、スキピの気になる人バージョンってこと？送りなよ、送った方がいいよ本当に。いや送った方がいい、絶対に送りなさい。送って、今すぐ送って。次、彼氏の元カノに嫉妬しちゃって元カノのことディスって彼氏に当たっちゃうのやめたいそうじゃない人もいると思うんだけど、元カノとか元彼っていう存在はいるわけですよ、誰にでもね。なので、それはしょうがないし、どうしようもない過去のことだし、だからなるべく本当にそれはもう考えない方がいいと思う考えない方がいいと思うんだけど、でもどんな人なのかなとか、なんか気になるのも分かる、めちゃめちゃ分かるけど、やっぱり気にしないのが一番ですね。はい、でもやっぱり、ね、嫉妬しちゃってディスる、元カノのことディスって彼氏に当たるのは本当にやめていただきたいそれはダメじゃない？なんかちょっとなんかノリみたいな感じでこうね、まだ家だったらまだこう笑いで済ませるぐらいだったらいいけど、ガチでこうなっちゃったらってなるかもそうね、それはちょっとやめよう、頑張ろう。だから自分に自信つけることが大事だと思うので、はい、そして、彼氏もその安心させるようなことを言ってほしいよね。だからその言葉を待ってるんだと思う。それもあるの。だから彼氏がもっと好きとか可愛いとかそういうこと言えよって話なんですよ。はい、次、めっちゃ不愛想で女に興味がない人でもアタックしたら付き合えますか？結論から言うと全然付き合える可能性はあると思います。でも女に興味がないのかな、本当に。別に多分興味なさそうにしてるだけだと思うのね。そういう人の方がすごそうだけど、だからそういう人の方が良くない？だからいろいろ話してみた方がいいと思う。アタックっていうかさ、いろいろ話しかけて、本当にもうこの人男が好きだなとか、この人本当にもう私に興味ないなみたいな思ったらちょっと別だけど、それ以外それを思わない限りはルナだったらめちゃめちゃ攻めまくります。攻めてこうアタックしまくると思うから、全然興味ないことないと思うよ。興味なく見せてるだけだから、いけます。言ってください。次、彼氏と写真撮るの恥ずかしくてうまく撮れないんだけど、ルナには撮る時のコツとかある？恥ずかしいとかはないけど、やっぱ女の子は写真撮りたいじゃん。でも男の子ってそんなに別に撮らなくてもいいっていうか、そんな撮りたくないじゃん、頻繁には。でも頻繁に撮りたいわけ。どの瞬間も見逃したくないわけ。なので無理やり撮ります。無理やり顔の前にこう持っていって、こうやっていつも強引に撮ってます。はい。何よこれ。次、別れてから浮気されてたことを知っ
で1ヶ月後にはもう新しい彼女いるの、私と付き合ってたこともう忘れてるわけ。怒るよ。最悪、マジで最悪なんですけど、多分もう忘れてます。なのであなたも忘れて Thank you next って感じでいい男見つけてハッピーになっていきましょう。一緒に、はい、なれると思うので、はい、そういうね2人には呪いのおまじないをかけておきますので、私の方から、はい、一緒にかけましょうね。次、恋愛もニャンマインド。はい、そうですね、恋愛もニャンマインドで行かせてもらってます。結構ニャンマインドだと思うし、ニャンマインドって大事だと思うの。そうだからみんなもこの質問コーナー見てニャンマインドになって恋愛とか友達関係とか、恋愛主に頑張っていきましょう。次、付き合う前から不安にさせる男は離れるべき？もちだよ、本当にもちだよ。そういう不安にさせる男と付き合いたくなくない？まずルナだったら付き合いなんかもうその時点で無理って思っちゃうから付き合わないけど、なんか知れてよかったくない？逆に付き合う前にそういう一面知れてよかったみたいな。付き合ってから知ったらなんかもういろいろめんどくさいしさ、情とかも入っちゃうじゃん、邪魔な感情が。そうなのでルナは良かったなと思います。逆にそれで良かった、危機一髪ですよ本当に。次、モテたいからって女絡み多い彼氏どう思いますか？ルナちゃん先生。実は彼氏だよね。モテてどうするわけ？こんなに可愛い彼女がいるのにって言いますね。てかなし、普通に。モテたいのは分かるし、モテていいと思うよ。モテていいし、彼氏がモテてたら嬉しい。かっこいいってわけじゃん。かっこいいし魅力的な男性だからモテるわけじゃん。それはいいし、モテたらあるのも嬉しいと思うけど、でモテたいという気持ちも大事だと思うの、ちょっとは。だけど女絡みが多いっていうのがちょっと気になるかな。なんかやっぱりモテる人って女の子からアタックされたりとか、女の子からDM 来たり、例えばそういうのいっぱいあったりとか、フォロー来たりとか、それは別にいいのよ。いいんだけど自分からアクションしなかったらいいと思う。なんか向こうから来る分はさ、もうこっちだって防ぎようないし、それをどうやって対処してるかが問題。かっこいいねとか来て何々ちゃんも可愛いよとか言ってたらマジでなしだし、それに対してありがとうとか、いいねで終わらせるとか、なんかそういうのだったら全然 OK だけど、それに対してどういう反応してるかじゃない？モテたいのはいいんだけど、女絡みが多いっていうのはそういうなんかそういう感じでしてたらマジでなし、本当になえるし、みたいな言っちゃう。普通にそういうのを見たら言っちゃいます、私は。勝手にモテちゃったみたいな感じならいいんだけど、ちょっと嫌、本当に嫌。次、好きな人に自分の気持ち伝えたら今の関係終わってしまいそうでなかなか言えないまま好きな人を諦められません。自分から連絡をするか待つか迷っています。どうしたら振り向かせれますか？友達だと思ってた男の子のことを好きになっちゃって振り向かせたいってことかな。それはちょっと難しい問題ですね。好きになっちゃうのはしょうがないことだし、やっぱり男女だったらそういうこともありえると思うの。だけどもしルナがもし好きな男友達のことをもし仮にね好きになってしまったら多分言わないと思うな。向こうもちょっとなんか好意あるかもみたいな感じだったら言えるけど、向こうは本当に友達だと思ってて何も恋愛に対して本当に見てないみたいな感じだったら言えないし、やっぱその関係を崩したくないっていうのもあるし、その子のために言わないですね。やっぱり言ったら友達を一人亡くすのと同然というか、なんかそう思ってやっぱ向こうも傷つくだろうし、なんかそう思ってるのは言わないですね。絶対に言わない感じです。はい。で自分が楽になりたいからといってその人に強要するのはちょっと違うかなと思うので、ルナはちょっと言えないかな。だからちょっとカマかけてみたりとか、向こうが自分のこと好きなんだなって気になるのかなとか、ちょっといいと思ってくれてるかなと思ったらちょっと言うかもしれないけど、多分あんまないから言わないと思います、私は。でも友達から恋人になるっていうのは全然ありだと思う。ルナはなしだけどね。ルナはなしなんだけど、全然そういう人はいっぱいいるので、全然それはありだと思います。
だからどういうその関係性かによるよね。にゃんことその男友達がどういう関係性かによるし、難しい、これは難しいけど次、喧嘩して話し合う時に彼氏が話す気ない感じどう対処すればいいですか？なしです。本当に喧嘩のした時に話し合える人がいいですね、ちゃんと。それは本当に絶対条件っていうか、話せる人、ちゃんとにまともにね話せる人がいいので、でもねなんか分からないこともないというか、話し合う時に話す気がないんじゃなくてわざと話さないだけなのかもしれない。なんか例えばさ、にゃんこがガーガーガーってこう言い過ぎて、彼氏がこう一旦落ち着かせるためにこう話す気がないんじゃなくて、こうガーってさお互いこう言ってしまったらさ拉致開かないやん。だからそれを落ち着かせるためにこう平然とこうやってこういう感じしてるのかもしれないし、ちょっとそれは分からないけど、でもただ単に本当に話す気がないなと思う行動は嫌ですね。それは嫌。だからちゃんと言いたいこと言えよって言います。言ってください。はい次、パートナーに傷つく言葉を言われたらどうしますか？ルナはすぐ別れようっていう男が嫌いなんですけどすぐさ喧嘩したら言う人っているじゃん。なんかもう別れようみたいな。一緒にいたいってさ、好きだからこう付き合おうって決めたのにさ、すぐ別れようっていう人って本当に何なのって感じじゃない？マジで。なんか本当になんか嫌なことされたとかさ、浮気されたとか、なんかこう許せないこと本当にされたなら分かるわけよ。とかもう本当に自分が考え込んで別れようっていうこう宣言っていうか気持ちを固めてちゃんと言ってくれるならいいけども、なんかさ喧嘩してる時にじゃあ別れようやとか言う人マジで嫌いなの。別れる覚悟あんのみたいな。本当に。でそれでいざ別れるってなったらさ、ごめんみたいな、本当に別れたくなかった、もうそういう場でノリで言っちゃってみたいな。バカじゃねえのと思いますね本当に。もうそんなんなら最初から言わないでほしいし、もうそういう人嫌いなので、ルナは、ほとんどの確率でそのノリで別れようって言ってくる人は別れる時ないじゃない。だからそんなことを軽々しく言うんだったら本当に離れちゃうよっていうのを証明するんですね。だから本当にもう別れるからっていう。毎回さ喧嘩後に言われたってこっちだってたまたまじゃないし、ストレスになるわけですよこちらの。なのでもうそういう人はいらないです本当に。やめてって感じ。もうこっちのストレス与えないでくださいって感じなので言います直接。なので傷つくことを言われた時は言ってください。その場でそんなこと言わないでみたいな、嫌だから言われたらって言います。ルナ。次、好きな人が2人できた時どうしたらいい？でもさ、なんかどっちも同じくらい好きってあんまなくない？こっちかこっちで迷ったとしたらこっちの方がなんかいいなとかあるじゃん。だからそれあるくない？それでこう天秤にかけてどっちの方がいいかをしたらいいんじゃない？なんか同時に2人のこと好きになったことがまだないので、なんとも言えないけど、でもなんかその2人が好きの中でもどっちが好きっていうのはあると思うの。あるよね。だったらなんかこうかけてみて、なんかどっちが好きかなっていうのを考えたらいいと思います。次、好きな人に彼女できちゃった。別れてから冷めるか Thank you next するかどっちがいいと思う？経験はないです。今のところ経験はないんだけど、もし好きな人に彼女できちゃったらでも多分責めると思いますね。私はアタックすると思うんですよ。で彼女のことを知らない人だったらなおさら、彼女のことを知らない人なおさらアタックしちゃうと思うんだ。それでもしその男の子の方からもう迷惑だから本当にやめてとか言われたらもうそれ以上何もしない、近寄らない、本当にごめんなさいって感じなんだけど、なんかそれを言われるまではアタックしちゃうかもしれない。でもそれでさ、なんか向こうもさノリノリになってさ、なんかそうやってしてくる男も嫌じゃない？好きななんかこう付き合ってる彼女がいるのにこっちは好きじゃん。だからアタックしてるからって言って調子に乗ってなんかこうちやほやこう自分が手で遊んであげてますよみたいな感じでされるのもムカつくから、どうだろう。でも多分最初のうちはアタックすると思うけど、もう無理だと思って多分すぐ諦めると思います。だから気が済むまでアタックしたらいいと思う。だけど本当に彼女の相手が友達とか知り合いとかだったらもう諦めます私は。Thank you next です。
次、彼氏の不満とかすぐ言いますか？言い方やタイミング気をつけてること知りたいです。多分彼氏の不満とかすぐに言えないタイプだと思う。内容にもよるし、どんなことかにもよるけど、貯めていくタイプで、後からなんかバーンって爆発するタイプだと思うので、でもそれは多分ダメなんですよね。やっぱ思った時にその場でこれはちょっと違くない、これってなんか嫌なんだけどとか言わないとやっぱりダメだなとは思うから、最近は言うようにしてるし、なんか嫌なことあったらその場でルナはこういうの嫌だからちゃんとこうしてって言ったら分かってくれるし、言った方がいいのよ、結果的にも小さいことでも。けどさ、やっぱり優しさ、自分なりに優しさが出ちゃって、その場で言ったらちょっと空気壊すんじゃないかなとか、こう嫌な思いするんじゃないかなとかいろいろ思っちゃって言えない時もあるのよ。その時は言わなくてもいいと思うけど、それを言わないことによって自分がストレス溜まっちゃったりとか気分下がるみたいな感じが一番良くない状況だと思うから、そうなるぐらいなら言います。何でも言っていいわけじゃないけど、こう嫌だなとかこう思ったことは言うことが、こまめにねこう吐き出して言うことが大事だと思う。本当にそれはそうなのよ。次、彼氏に好きって言いますか？恥ずかしくて言えません。もうめちゃめちゃ言いますめちゃめちゃ言うから全然大丈夫。一回ね言ってしまえばねもう大丈夫だから。好き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 っていう曲あるじゃん。それをねボイスメッセージで送るの。だったらもう恥ずかしいことなんて何もないので、はい、それしてください。次、彼氏は Y2K が好きで私はスナイデル系が好きなんですけど、彼氏のタイプに合わせるべきですか？そんなこと全然ないと思います。もうやっぱ長く付き合っててただ自然にこう趣味も合うっていうか、こう好きなものも合ってくるし、そういう服装とかもなんか似てくるってよく言うじゃん。なんかそれ結構本当だと思ってて、だから無理して変えようとかしなくて全然いいと思う。にゃんこはにゃんこのままでいって全然いいと思います。で、今日ずっとまともなこと言っててなんか可愛い可愛くてごめんね。次、好きな人の好きなことをさせてあげられるってルナちゃん言ってたけど、それが正解と分かっててもモヤモヤすることありませんか？前の質問コーナーでね、好きなことをさせてあげることが愛情みたいな感じで言ったと。それはルナのなんかこうルナの中でいつも思うことで、だからモヤモヤすることがあったら言うのよ、その場で。例えばね、クラブに行くとかさ、女の子がいる飲みの場に行くとか全然行ってきていいし、行ってらっしゃいっていう感じでこう言えるんだけど、でそれ行きたいわけじゃん。言ってくるってことは行きたいし、友達とも遊びたいだろうし、そういうクラブとかにもたまには行きたいだろうし、だから全然いいんですよ。だけどちょっとなんかこうなんかさ、気分によってさ、今日は嫌だなみたいな時あるじゃない。今日はなんか違う、なんか今日は言ってほしくないみたいな、いつもはいいけどっていう時は言いますね。はい、今日は嫌やなみたいな今日はちょっと嫌なのっていう、いつもはいいけどね、このクラブは嫌とかさ、なんかさ自分の中でさこの子と一緒は嫌とかさ、なんかそんなあるじゃん。だからそれ嫌なのがあったらその場で言う。でもやもなくもう言ってもらう。楽しんできてってこう心から言えるようにそうしますね。次、今の彼氏がまだ元カノと付き合ってる時から私のインスタで覗きに来たり、ずっと可愛いって思ってたとか言ってくるんですけど、なんか嬉しいけど嬉しくない微妙な気持ちになるのわか？マジでわか。これって多分彼氏からしたら嬉しがると思って多分言ってると思うのよ。その元カノと付き合った時からなちゃんのこと可愛いと思ってたから、可愛いと思ったし、インスタフォローしてないけど覗きに来てたよみたいな、嬉しがると思って言ってんのよ、男の子は。こっちからしたらなんか嬉しいかもしれない。可愛いと思ってくれてたとかそういう場面は嬉しいけど、じゃあこいつ今もしてんじゃねって思うわけですよ。はい、そう思うのでやっぱり言わないでほしいですね。もし本当にそう思ってたとしても別に言わんでよくねみたいな、しかも付き合ってた時にね、じゃなくて普通にも付き合ってない時とか、そんな時だったらいいんだけど、なんかじゃないのに言って自分の株下げていくだけだよとか思うけど、分かります。めっちゃわかんのみほって感じ。次、彼氏がめっちゃ寝るのたまに腹立ちます。寝るの早いよね、男の子って
今まで話してて、今まで一緒にさ動画とか見てたのに、よく見たら寝てんのすぐ。早くねと思うけど、可愛いですね。たまには腹立つの分かります。寝るの早くねと思って、そういう時起こしたらいいんですよ。はい起こしましょう。いったー今ならボラエ次、彼氏と週何回エッチしてるの？次、彼氏がエロアカウントをフォローしていました。キモいです。どうしたらいいと思いますか？でこれもわかんの美穂なんですけどね、男の子だからさ、そういうの見たりとか、なんかこう目がいっちゃうとか、そういうのはね、もう100歩譲っていいですよ。もうしょうがないし、そういう生き物なんだなとか思うところは理解あるし、まあって感じだけど、一言言うと、この彼女が見えるところでそういうことをするなって話なのよ。彼女が見えるところでフォローするな、いいねするな、あと DM とかもそうだし、ちょっとキモいですね。本当にそれはやっぱこう自分の見えるところでそういうところされてたらキモって思っちゃう。フォローしてなくてわざわざ検索して探していつも見てるのもキモいし、なんか裏垢を作ってバレないようにして見てるのもキモいし、どっちにしても見てるのがキモいですよ。もう本当にキモいからやめろ。次、彼氏がルナちゃんのことフォローしてます。正直嫉妬してます。これも本当にわかんの美穂って感じでわかるんですよ。もう本当にお気持ちを察します。もうめちゃめちゃわかります、その気持ち。フォローしてるのももちろん嫌なのよ。なんだけど、なんかいいねしてるのが嫌。いいね、誰々がいいねしましたって出るやん。それに出てきたらマジで嫌。女の友達と DM したりとかご飯行ったりとかするよりいいねしてる方が嫌。いいと思ってんじゃんみたいな感じで思っちゃうし、これに関してはね、本当にわかんの美穂って感じで、この2つはすごいわかります。ルナも同じ気持ち。頑張るね。だってこれ次、クラロワする男どう思いますか？なしですね。はい、なしです。はい、失礼しました。次、全く面識もなく関わりもない大学の2個上の先輩と話したいんですけど、どうすればいいですか？ Oh my gosh、 その先輩と直接話すのが一番いいと思うのね。インスタでも話しかけてもいいけど、その最初にやっぱり会ってね、フェイストゥフェイスで話して、そっからインスタに持ち込むのがいいと思うから、やっぱり学校で見つけた時にどうにしてでも話しかける。本当にまず視界に入ること、視界に入って、でもね、あんまりこう回りくどいことしてもあれだから、俺らだったら言っちゃうかも言っちゃうかもしれない。なんか話したいだけなのかな、ただでも好きってことだよね。なんか好きっていう手で話すけど、好きっていうか、ちょっと気になる、かっこいいなとか思ってる感じなんだったら、こういきなりトコトコトコって言って、すいません、1年生の田上ルナなんですけど、〇〇くんのことが気になってて、もしよかったらインスタとか交換してもらえたりしますか？みたいな感じで言ってで、なんか多分いいよって言ってくれるじゃないですか。そっからありがとうございますみたいな、また連絡とかしてもいいですかって聞くのめっちゃ可愛くない？可愛くない？そうだからルナだったらそう聞くと思う。多分少なくとも向こうも多分嬉しいと思うの。その先輩の方もね、後輩から話しかけられたみたいな。で、自分のことをさ、かっこいいって思ってくれてるわけじゃん。気になってると思ってくれてるから、そんなに嫌がる人はいないと思うの。そうだからどんどん行きな、行った方がいいよとか、もう誰かにやられる前に言っちゃいな、もう自分から。次、親友と好きな人被ったらどうする？自分は他の人が好きだったのに後から好きになった場合。好きな人が被るってことは今までもないし、多分これからもないんですよ。ないと思うんだけど、仮にね、こういう状況に本当にもし自分がこういう状況になった時、その親友にはちゃんと言うかな。ちょっとルナも好きになっちゃってみたいな、なんかこうそれで関係が崩れるとか仲悪くなるとかいうのも嫌だから、ちゃんと言いたくてみたいな感じで言って仲良くしたいし、恨みっこなしねみたいな、どっちが付き合ってもどっちがこういい方向になっても、そうで、あとはもうその男の子次第じゃないですか。好きな人ね、こっちを取るか向こうを取るかは、だからその判断に任せるけど、
言った方がそれが一番いいと思う。なんか隠してさ、そういうことしてもなんかさ、後からこうバレるのも嫌だし、やっぱね、自分がされたら嫌じゃない。だから言いますね。ルナは言うと思う。でこれで最後になるんですけど、恋愛する上で大事にしてるマインドを教えて。自分が一番もう可愛い自分が一番魅力的だし、自分が一番もう可愛いっていう思い込みが大事なんですよ、本当にね。なのでもうそう思ってると次第にこう多分オーラとか雰囲気とかにその自信っていうのが現れて、行動とか態度にとかにもね。そうだからやっぱ男の子が話したくないなとか、やっぱ自分に自信を持ってる人って本当に素敵だし、すごいなと思うんですよ。ルナも変な自意識過剰みたいなのはちょっと別ですよ、別だけど、やっぱりね、誰にも負けない魅力が私にはあるみたいな、like、こういうところが自分の魅力だとか、それを自分の魅力を知ってる人って本当に強くて素敵な人だと思うんですよ。なのでもう自分は最強、自分が一番可愛いし、自分が一番いい女だし魅力的なんだぞっていうのをもう常にもう自分だけでもね思うの。そう別に他の人はみんな言ってくれないからね、そんなこと。だからもう自分だけ思ってればいいからさ、それを分からせてやんのよ。はい、分からせてやってください。難しいことかもしれないけど、でもそのマインドが作れたらマジで最強だと思う。本当に最強だと思うし、なんか今回も浮気系とかめっちゃ結構来てたんだけど、そういう男はねいらないの。いらないし、そんな暇じゃないし、そんな男に構ってるほどこっちもね。なので捨ててやってください、はい、こっちからもういらないですって感じで、で Thank you NEXT で次に行けばいいし、もうそんな人にすがりつかないでほしい。時間がもったいねえの。ルナの自分の時間を無駄にする人とか、自分の気分を下げる人とか、運気を下げる人とか、なんかこう気分を下げる人と一緒にいてもストレスが溜まって本当に自分が落ちていくだけなので、もうそういう人と一緒にもうそういうことをちょっとでも感じた時点でルナは無理ってなるから、そういう人とはいないし、じゃなくて逆に上げてくれたりとか、こうモチベになってくれたりとか、いい言葉をかけていい影響を与えてくれる人とちょっと一緒に時間を共有したいので、もうそういう人に当てるからもう君はいらないよって感じで、いつでも君のことなんて捨てれるよみたいな感じのマインド、でいてください。今日も悩める女子たち、たまに男の子がいて、とても共感の嵐でしたし、あと、なんかすっごいみんな悩んでるんだなって思いました。なんか自分の悩みとか、なんかこう嫌なことがあったりとか、なんかさ悩むことあるじゃん。そういうのがなんかちっぽけに感じるほどみんなも悩みを抱えて生きてて、なんか自分だけじゃないんだなっていうのを思ったので、明日からも強く生きようと思います。はい、ということで今日も皆さん見てくれてありがとうございます。